エアバス H125、フランスエアバス社が誇る世界有数の高性能ヘリ。これなら富士山頂まで行ける、そう思った。目の前に霊峰富士が立ちはだかっていた。これは富士山頂をヘリで目指す挑戦の物語である。ヘリはダウンウォッシュによって上昇する。その強さが足りなければ山頂を目指すことはできない。確かめる必要があった。だがどうやって確かめるのか。2026年2月、一件のコメントが届いた。水煙、雪煙、気になっていた。同じ気持ちだった。心が動いた。私ども YouTuber にとって視聴者の声というのは重要です。でも何でも聞いていればいいわけではないということなんですよね。これが私の持論ですが、これってそうだよなって思えた時に、なんというか使命感みたいな、そんなものを感じますね。確かめよう。確かめなければ H125 で飛行していた。ダウンウォッシュっていうのは実際に体感で確かめるしかないんです。今回は、H125 を湖面の上でホバリングさせて水面の状態を見て確認することにしました。でも水面を見ようと思ったらやはり水面に立たなくちゃいけないんですよね。仮想空間の中ならできるんじゃないかと思ってはいました。水面に立っていた。ダウンウォッシュで表情を変える水面にアピガニは食い入っていた。コメント主さんが言うような水煙はなかったんですけれども、かなりのダウンウォッシュだというのは分かりましたね。ダウンウォッシュへのこだわりは理由があった。富士山頂の空気は薄い。薄い空気は軽量ヘリにとっては難所である。いつも乗っているカブリ実だと登頂は難しいですね。ヘリというのは空気を下に吹きつけることで上昇するんですが、富士山頂くらいの高さになると空気の層が薄くなる。通常のヘリだと空気が軽くなって上昇する力を保てなくなるんです。それとカブリ実はピストンエンジンなので空気が薄くなると燃焼効率が落ちるというのもありますね。ピストンエンジンのヘリは低気圧では揚力を失う航空業界の常識だった。ムフスフ仮想世界の中では大気圧をシミュレートしているのか。その疑問にムフスフ仮想世界は答えていた。天候とか高度で気圧が変わるのは、これって現実の世界の話ですよね。だからムフスフ仮想世界の中でならピストンエンジンでも富士山頂までなんとか行けると思ったんですよ。侮っていた。現実世界の大気圧をムフスフ仮想世界が再現していた。いや、正直悔しかったです。あとそこまでやるのっていうような疑問が湧き上がりましたね。大気圧まで物理演算で処理してるのかよって。そもそもムフスフ仮想世界はムスフス仮想世界は地球を丸ごと再現しているわけですから、地球上の大気層を物理的に再現しているってちょっとありえないですよね。でもムフスフ仮想世界では大気の物理演算やシステムに組み込まれている、そういうことらしいんですよね。あんまり信じたくはないですけどね。
とんでもない世界に足を踏み入れたのかもしれない。一瞬の後悔がよぎった。だが後悔は希望に変わっていた。いや、ここまでね、地球を再現している。でもどこかに穴があるはずだって、それを見つけてやろうと思ったんです。面白い、やってやろうじゃないかと、そんな風に思いました。昔腕を鳴らしたそり滑りが頭をよぎった。ヘリの足はソリの形だった。いや、はっきり言ってもう気づいたらなんか滑ってたんですよ。地面には雪も積もってるから、これならね、滑れるだろうと思って滑り出しました。ヘリで富士山頂を滑り降りていた。不可能が可能となった。Papagani VR 614, leaving my channel space, push subscribe button is approved. Good day.